韓国ソウル地下鉄新チョン駅。着いた着いた。あれ、本当はこっから出てきたかったんやけど、接近禁止、点検中です。まあ大丈夫、こっちからでも行ける。さて今日行くところはこっち。私が韓国で初めて住んだところがこの新チョン。そんな思い出深い街をコチュワサビが今日も行く。駅出てまっすぐ歩くと、そうここは今は E マートになってんねんけど、昔はグランドマートっていうスーパーマーケットやった。2006年短期留学した時、ここでよう生活用品買っててんけどな。やはり韓国は時の流れが早い。そんな E マートの裏の路地を右折。さあお腹が減った、行くで。腹減った日にはぴったりのお店。後ろの路地をまっすぐ入ってくると、あれ、こんなとこに公園みたいなあったっけ。なんかえらい変わった気がする。記憶が定かではないけど、ここ以前ナイトクラブみたいななかったっけ。ナイトクラブって何やって当時思ってたからよく覚えてんねんけど、目の前はヒョンデペッカジョン。やっぱめっちゃ変わった。でも場所はこっちで合ってるやんな。そんな公園の中を突っ切っていく。当時の新チョンはすぐ隣のホンデよりも栄えてて、夜歩かれへんぐらい人多かったからな。そんな小さな公園を抜けると、こっちか。普通にビルとビルの間やねんけど、こっち側には GS25、 反対側には薬局とメガネ屋さん。やっぱり合ってるよね。あれ看板かな。見つけた。ハロー。地面から湧き出るご挨拶。俺もハローやで。着いた。早くもっこし오늘은 오랜만에 그냥 밥집에 왔어요. 今日のお店はヒョンジェシクタ。兄弟なの。店頭にはテレビ番組の生活の達人のソウル三大ケランチムの達人。ケランチムなんや。そんな達人にお目通りさせてもらおう。入店です。こちらのメニュー、ご飯屋さんらしくたくさんあるけど、凍らせたスケトウダラのチゲやったり、メウンカルビチンムをはじめずらーっと並んでる。チョングクチャンスンドゥブチゲ、そして最後には爆弾ケランチム。あいつの出番やな。ということで早速注文。 매운 갈비찜 하나랑요, 오징어 볶음 계란찜 하나 주세요. あとあれや。 예. 네, 말비 오징어 계란이요. 그리고 진로도 한 면 주세요. 네, 질러 없어요. 새로. 아, 그럼 새로 주세요. 何や、まあちょうどよかったかもしらん。今年に入ってから尻尾9本生えてきたから。ということで早速食べる準備をしていく。ご飯屋さんやからすぐ持ってきてくれる。さあ来い。用意していただいた基本のおかずはワンプレートおかず、チャプチェ、ムセンチェ、じゃこの炒め物にキムチ、そしてきた愛嬌振りまき尻尾をぐる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 。今年に入ってキツネちゃんを飼い始めましたでローリング。俺が飼いならされてる気もするけどな。久々のご飯屋さんで一人で食べてらっしゃる同志とともに本日一杯目。冬木立ち残る街影淡きから、ありがとうございます。まずはチャプチェ、ほぼ全部つかむ。キュービのキツネちゃんが欲しがっているに違いない。一口入れると俺も尻尾を振り回す。ご飯屋さんらしくシンプルな味付け。チャプチェの油で唇も潤う。そんな時一品目が運ばれてきた。そう、白いご飯も忘れずに。まずはイカ釣り成功。湯気をかき分けながら夫婦。そして一口。大きめの玉ねぎが行く手を阻まれてるけど、先に飛び込んだイカの食感で舌包み。一つも迷いもなく白ご飯。少しピリッとしたおじんおぼっくんには白ご飯がよう合う。
後を追いかけてくるこのうまみ、再びイカを中心に、いやイカだけを釣り上げる。夜釣り大成功。焦るな俺。3秒ルールにのっとりそいつもパクリ。キャッチ&リリースという言葉は存在しない。食事にもおつまみにもなるこのおじんをぼっくんでこいつも流し込む。ふと顔を上げると残りの2品一気に出てきた。急展開。そういやここはケランチムの達人、爆弾処理班出動のお時間。慎重にスプーンを入れる。おい、こんなに力がいらんのか。スプーンの表面積いっぱいに卵が埋まる。最新鋭の AI を使いながら爆弾を処理していく。そして一口。間違って切ってしまっても大丈夫。その爆発は俺の胃の中で弾けてるからや。見た目はプルプルとしてて柔らかいねんけど、しっかりと感じる卵の香ばしさ。もちろんケランチムやから特別な何かがあるわけではないけど、そこがまたええのよ。普遍的なうまさ、誰からも愛されるうまさなんよ。爆弾処理班の一日は長い。大体がフーフーをしている。ここぞというタイミングで一気に口の中に入れる。味にしつこさがなくマイルドやから処理班隊長は忙しい。そして同時に運ばれてきたカルビチン。トゥッペギの中にはお肉を中心に具材がたくさん入ってる。メニューにはわざわざ辛いって書いてあったけど、どうやろな。やはりまずはこの骨付きのお肉。こちらも熱々。やはり熱いものは熱い時に食べなければならない。まずはスプーンに残ったスープを入れる。こちらは結構刺激的。さっきのケランチムのタンパクさとえらい違いやから体ついていけるかな。ただそこまで辛くはない気がする。まずはお肉を骨からそぎ落とす。お肉はよく煮込まれてるからか柔らかい。スポンと取れる。あかん、今日忙しいぞ。爆弾処理班の次はご飯泥棒が登場。ご飯だけではなく俺の心まで奪っていく泥棒。ご飯を入れると欲しがるお尻。これだけで濃厚さが体全体に広がる。少しも逃したくないからか口元で保存もしている。いやー、もうこれは一気に落ち着く。落ち着く暇はなくピッチが上がっていく俺。キュービのキツネちゃんはスタートラインに。もう一方の手では釣り竿をつかむ。糸を垂らした瞬間釣り上げ。まずはキュービのキツネちゃん、一気に胃の中で駆け巡る。すぐさまパクリ。このイカの食感と辛めのヤンニョムが酒によう合う。そしてまたカルビチムに戻る。春雨も結構入ってんのよ。この春雨のプランプランにも負けない。エプロンあんの編集時に気づいたわ。まあ結果オーライよ。スープと絡み合う春雨もよし。もう右手は次の処理準備。辛そうにしてるけどカルビチムではないのよ。その前に食べたオジンオボックンの方が辛い気がする。そんな時はケランチムで口をマイルドにしていく。熱さを通り過ぎればそこはパラダイス。ジャコとも目が合い一緒に泳ぎ出す。出てきた時から気になってたこのネギ、そいつもパクリ。辛いものはなんでか知らんけど後を引く。このお店にはいろんなメニューがあるけど今日のメニューの選択は大正解。こういうご飯屋さん好き。こうなったらもっと美味しく食べてやる。こんもり積もった雪山にカルビチムのお肉を一つ、そして欲張りのもう一つ。もう今日はここで俺は顎が外れてもいい。それぐらいの心構えで頬張っていく。箸休めにはキムチ。口の中をさっぱりさせたら俺も混ぜろと近寄るキツネ。まだまだ俺の肝臓は上げられへん。事前準備はしっかりと。剣と盾を装備した俺は戦場を駆け巡る。ついてこいキュービのキツネ。パクリ。まだある思でグラス上げてもうた。戦場で傷ついた体には爆弾ケランチ。爆弾を抱えた俺はなんか後ろ熱いな思ったら五光が差していた。俺の進むべき道は間違ってないいうことや。じゃあ直進や。次はご飯の上におじんをぼっくんも乗せていく。
彩りも考えて。こういうご飯屋さんではどれだけ自分が美味しく食べれるかが勝負なんよ。ご飯に合うおかずばっかりやからさ。ここでまた五光が差す。やっぱり間違ってなかった。正直こういうおかずも気取ることなく食べれる美味しさ。ご飯、そしてカルビチン、くるりと回してケランチン。達人の手にかかれば喉もプロテクトしてくれる。대학가에 타타스무 계란찜에 타치진 고코운이 등 떠밀려 숟가락이 우고 무추대가에 비친 눈물이 호로리 피리카라노 속에 아이가 치라츠쿠 오징어의 와나 마크단 쇼리한 한 손으로 에르긴 그 님무 유게노 쇼타임 큰아니 퍼포먼스 한예술 강세이 마자카 이키나리 오코르 고기들의 파워 민나모 복직 마세코이 스르 승자의 오래 콩콩 울려 퍼지는 소리에 츠츠마레 한장그 이또 오도니 뭐 불이 켜지고 오징어 산길에 피리카라 리듬이 반복돼 달인도 도루 스즈쿠 계란찜 된 세트遠くの方で歌が響く中、俺の手元では虚しい音が響いている。ご飯があとこんだけになってもうた。つい数分前のてんこ盛りとは大違い、虚しさをかみしめる。はい、この鏡のようになってしまった器の代わりにもう一つご飯お願いします。追加のご飯を頼んでやった。俺の気持ちは湯気とともに上昇中。これで安心してスプーンの上にご飯を乗せれる。熱々ご飯はなぜこのように気持ちまで温かくしてくれるのだろうか。これが一番の贅沢である。そしてその口にすぐスープ。結構濃いめの味付けやからこのようにご飯とよく合う。あ、そうや、もう揃ってるやん。ご飯フレームイン。そこに残ったこのカルビチンの具とともにオンドルの効いたこの暖かい部屋に引っ越し作業。湧き上がる欲望。まだこんなでかい肉も残ってた。これは骨ついてるな。これはご飯の中に入れちゃうと食べづらいから個別指導。骨についたお肉も歯でしっかりとそぎ落としていく。うまみたっぷりのこのスープもしっかりと入れてやらだな。別角度のフレームイン。ここからしっかり混ぜてやる。混ぜてる途中で気がついてしまう。こいつもあったな。主人公はフレームイン。怒りを下ろしてイカ釣りを開始。もう残ってる全てを入れたい。パクリ。作業効率はさほど良くない。お皿に残ってるイカたちは全てご飯に移動してやった。最後の滑り込み。再びヤンニョムとご飯を混ぜていく。やはりこういうご飯屋さんに来たらお腹いっぱい食べたいのが人間の差が。ご飯に包まれたゴツゴツお肉もパクリ。もう豪快に行き過ぎて口の周り真っ赤やわ。このまま家帰ってもうたらマクドナルドのドナルドになってまう。ゴミは必ずゴミ箱へ。ここほんま忙しい店やからこれぐらいは自分でやらなあかん。このお店ブレイクタイムがないからかひっきりなしにお客さんが入ってくる。特に多いのがお一人で食べてらっしゃる方。メニューも全て1万ウォン以下やから気軽に一人でフラッと食べれる。貴重よね、そういう店。ご飯物にはこの無煎茶の甘酸っぱさも必要。新チョン住んでる時にこういう店知ってたら毎日来たのにな。毎日ここで酒飲んで潰れてるかもしらん。そろそろここでの食事もラストスパートに取り掛かる。こういうケランチムは俺の見えてない部分が残ってたりするのがあるある。ほらタイム。
ソウル三大ケランチムは口の中でも爆発。黙々とスプーンとお箸が動くのみ。あ、また3秒ルールが発動。無線チェ1本も無駄にはできない。そろそろ2度目の虚しい音が聞こえてくる。3杯目はさすがに無理やから、今日はそろそろここで打ち止め。残ったヤンニョムに絡めたこのご飯も最高の一品やった。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。久々に来たこういうご飯屋さん、キュービのキツネちゃんと堪能させていただいた。だから最後の一滴まで。活気あふれる食堂で親切な社長さんに見つめられながら最後の一杯。爆弾処理班、そろそろ退勤のお時間。このケランチンまた食べに来よ。完璧な任務遂行。新チョン駅にあるソウル三大ケランチムの達人がいるご飯屋さん。ケランチムだけじゃなく、その他のメニューも気軽にパパッと食べれる食堂。こういうお店は結構貴重。いやー、大満足や。帰り際、大きな水槽が目につく。フェイ、お刺身いうことやな。そしてここにはキジャン、ミョイチフェイ。いや、これも気になるけど、キジャンか。プサンや。で、その下には、これはヒラメやんな。韓国はヒラメのお刺身を食べんねんけど、やっぱり海の近くで食べたいよな。じゃあそろそろプサン出張の準備するか。と思いながら本日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴスミダー。